ご視聴ありがとうございます。KK です。今年も2つの動画で年賀状の書き方を紹介してきました。今回は年賀状シリーズの第3弾、さらに簡単に書ける馬の絵で年賀状を作っていきます。下絵なしでとても簡単に早く仕上がります。年賀状を書く時の参考になると嬉しいです。まず絵を描くのに使うものですが、一つはスポンジです。100円ショップなどで5個が1セットになって売っているものです。それからアクリル絵の具ですが、これも100円ショップで買いました。ラインを描くのににじまないように油性のマーカーを使っています。色付けには色鉛筆やクレヨンを使うと良いと思います。食器洗い用のスポンジは中のスポンジを使いたいので、周りのネットを切って取り出します。大きさははがきの中に収まる大きさで良いのですが、参考までに私は縦3センチ横5センチの長方形と縦3センチ横 1.5 センチの長方形になるようにスポンジをカットしました。アクリル絵の具を出すパレットには牛乳パックを使っています。アクリル絵の具は水分を加え、スポンジに馴染みやすいようにしましょう。スポンジの周りから絵の具をつけていき、周りのラインがしっかり出るようにします。実際にはがきの上に押す前にパレットの上で試してみると良いと思います。思っていたより色が出なかったので、もう一度絵の具をつけ上から押すことにしました。今度はちょうどいい感じだと思います。小さいスポンジを使って頭の部分を押していきましょう。絵の具の付け方は先ほどと同じで、スポンジの周りからつけていき、周りのラインがしっかり出るようにします。試し押しをしたら濃すぎたので、何回かパレット上で押して絵の具の出方が薄くなるようにしました。大きいスポンジで押したところが胴体で、今押しているところが頭の部分になります。大きい長方形と小さい長方形をつなぐと首になります。足は細長い四角を描く感じです。下の方が少し幅が広くなるように描いています。横のラインを引いてひづめの部分を作ります。耳は半円を描く感じです。たてがみは耳から胴体に向かって斜めの線を引きました。尻尾は長方形の角から下に落ちるようにラインを描いています。ひづめは赤を塗って仕上げました。頭の上にもたてがみを描いておきましょう。子馬の胴体は先ほど頭で使ったスポンジを使います。そして子馬の頭には残りのスポンジをカットして小さい面積の部分を使いました。胴体と頭のつながりをイメージしてスポンジの位置を決めましょう。首や足、耳などの描き方は先ほどと同じです。目と鼻の周りの線と鼻の穴は油性のマーカーで描きました。年賀の言葉や来年の西暦などもマーカーで描きました。残りの空間にはクレヨンや色鉛筆などで花や虹など描いても可愛いと思います。1枚目のデザインが出来上がりました。2枚目の年賀状は緑の絵の具を先ほどと同じように水で緩め使っていきます。同じスポンジを使う場合は洗った後しっかりと水分を取りましょう。
スポンジの周りから絵の具をつけていくのは先ほどと同じです。試し押しをしてからはがきに押していきましょう。頭のところには中くらいのスポンジの側面のやや大きい面を使いました。首や耳、たてがみの描き方は1枚目と同じですが、今回はマーカーで描いています。足は広げて描き、尻尾は後ろに流れるようにして走っている感じが出るようにしました。目を2つ、鼻の穴を2つ描いて、顔がこちらを向いているようにしました。人参は細長い三角形を描き、黒い線を入れます。緑で葉っぱを描いて出来上がりです。人参の色が入ることで絵が明るくなるように思います。2枚目の年賀状の完成です。3枚目は緑と黄色を混ぜた黄緑を使いました。中くらいのスポンジの面積の広い部分を使います。今までと同じようにスポンジの端から絵の具をつけてはがきに押していきましょう。今回は山の形になるように3箇所に押していきます。頭の部分は小さいスポンジを使いました。左端の馬は振り返ったようにしたいので、頭の位置は胴体の上に来るようにします。足や尻尾などの描き方は今まで通りですが、左端の馬だけ首やたてがみを描く位置に気をつけましょう。目や鼻を描いて大体の馬の形が整いました。3枚目は馬が富士山を飛び越えている絵にしようと思います。富士山は縁起が良いので年賀状にぴったりですね。塗り忘れていたひづめを塗って3枚目の年賀状の完成です。今回はスポンジを使って簡単に描ける馬のイラストを紹介しました。年賀状を書く時の参考になれば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。